はい、昼前ですね。さて、どうしましょう。こちら今ハマってるやつですね。美味しいけど、うん。これね、なんかな。これにはどれだっけな。あ、これとちゃうんか。置いてるところの台のところにね、20本って書いちゃうんですけどね、実際18本ってなっててね、多分あれでしょう、物価の上昇で値上がったけど、まだ棚の表示はね、変えてないままみたいなです。なんか、いぶきくんが、結構気に入ってね、食べてます。今日はちょっとね、暇っていうか、蝶々追いかけ回してます。トンボとかもね、やったけど、トンボはやっぱしね、すばしっこいですね。もっとおったやつ食ったらあいつら来たんやけど。うん。うん。あ、戻ってきよる？やっぱ、早く作らんと。戻ってきた。トンビが戻ってきました。近いです。多分10メーターぐらいかな。近いね。襲われるって。まあ襲ってくることはないんですけどね。はい。今日はどうしましょうかね。今日、何しようか。一応ね、この前動画でね、旋回動画とか、ホバリング動画、アップしましたけど、なんか旋回の方がね、結構見られてるんで、もしかするとね、結構旋回の方で、つまずいてる方が多いのかもしれないかなと思ったりしてます。ちゅうことで今ね、ずっとね、これ充電できてなかったんですけど、今どんどんね、充電今終わっていってるんでね。で、110S の方はね、今はまだ、ヘッドが吹っ飛んだ以来ね、まだ修理が終わってない状態です。うん。部品もね、そうそう。部品もまだ注文してないけど、他のね、ウルフをつけてるやつからちょっと取ろうかなと思ってるんですけどね。で、アラインの、部品入手がなかなかね、難しくなってきてる状態なんですけどね。はい、お疲れです。で、ちょっとね、700の部品ちょっと見てたんですけど、やっぱりね、部品がね、ソルドアウトでね、売り切れ状態になってます。うん。赤いギアとか、550X のね、赤いギアとかね、それが、場所によっては何個かあるっぽいんですけどね。でもそれもね、やっぱし高い。2000、テールシャフト付きの、ギアと、一緒に入ってるやつ、セットで2600円ぐらいとかなってますね。で、前側の方が、カウンターギアの方が、2000円、2200円ぐらいだったかな。うん。これをね、3セットぐらいね、買うとやっぱしそれなりの金額になっていくから、ある意味ね、この110が買えちゃうっちゅう値段になってしまうんでね。そして落とすって言ってもね、いつ落とすっていうかはわかんないんですけどね、そんな。うん。ただ落とした時部品がないとね、もう修理できないんで飛ばせなくなるっていう恐れがあるんで、今ね、どの機体買えばいいのっていう感じなんですよね。アラインは今もうほぼね、やっぱし部品の供給が少なくなってるんで、ちょっと維持が難しいかなっていう感じですけど。で、45も一緒かな、470とかもね、多分ね。で、こういった K シリーズは、この K110 は一番手に入るのかな、やっぱし、まだ。うん。でもこれもね、スピンドルは確か2個入りに260円ぐらいでしょ、確か。なのでね、
ある意味シャトルのスピンドルもそのぐらい、一本がそのぐらいの値段だった気もするんだろうね。あんな大きいやつでもね。まあシャトルはシャトルでね、ちょっと、まあ、やっぱし年代物で、あれも部品がね、どんどんなくなっていくと思うんですけどね。うん。まあ今はやっぱしこういった S1 とかならまだどうだろう。どこで買えるんかな。あっこのね、なんだっけ、ネオヘリさんか。ネオヘリさんのところはまあね、そこで、まあ、買った方はね、結構、部品の提供はね、いいと思うんでね、あっこは常時、安定供給すると思います。うん。だからまあ、あっこも K110 を扱ってたよね、確か。で、あとは S1 あったっけな。M1、M2 は買ったもんね、あっこで。で、今なんかね、M7 だっけ、ちょっとでかいのがね、お昼になったんで、今、デルタさんがご飯食ってます。ちゅうことでね、今ね、動画が今1本しか撮れてないんで、ちょっと今ね、こんな感じで、おしゃべりしてますけどね。今なんか向こうに何してるの今。なんか車止まってんのかな。はい。で、その旋回ですよね。プロポ。まあこんな、まあ普通にね、ちょっとここじゃ見にくいんですよね。ちょっとまあ、エレベーターで、規則を上げていって、で、まあ、慣れてくるとね、自然とね、操作するようになれるんですけど、右旋回の場合は、まあ、エレベーターからの右旋回入りながらこうラダーも打つんですけど、まあ、ほぼ同時か若干ラダーがちょっと遅れる感じかな。気持ちいいほどラダー、エレベーター打って、エルロン打ってのちょっとラダー遅れて入って、で、大体固定すればそのまま、回るんですけど、やっぱり風によったりね、機体の挙動によって、ちょっと修正だ、エルロンのね、こう弱めたり、ちょっと強めに打ったりするけど、まあ大体打ったところからちょっと弱めることが多いかな。弱めてまたちょっと同じところにまた戻してあげるみたいな。これで、まあ円の大きさですよね。で、まああとはちょっと規則があると、これ今エレベーター打ってるんですけどね、そこから規則が出てくるとちょっと逆にね、引っ張らないと、旋回がうまくいかないっていうことになるんでね、前進してるのになんでエレベーター引くのかっていうとね、まあある意味、まあ、前進してるんですけど、まあこうバンクするんで、そうするとこう頭を上げてね、こう旋回しますよね。なのである意味これを横から見るとこんな感じになって、まあある意味バックエレベーター引っ張ってる状態、こう今これ斜めから見るとこんな感じでなるんですけど、実際はこうループみたいにねなるんで、なのでまあ前進スピードがあればそれだけ引かないとこう頭がこう遠心力で外に広がっていくんでね、そういかないためにエルロンとエレベーターでバランスよくこう円ですね、外に逃げないようにピッチも入れないとこうね、ピッチがなかったらどんどんやっぱしバックしていくんでね、遠くに行くんで、エレベーターを打ちつつエルロンを打つっていう感じになります。まあエレベーターはね、打ちすぎると規則が止まってどんどんねスピードが落ちて最終的に止まってしまうんですけどね、なので落ちない程度までこう、要は自分のいい感じのスピードになったらそこでね指を止める。エレベーターもね、
で、まあ、L 板を打ちっぱなしで、で、ピッチ調整で、まあ、高度調整ですよね。こんな感じになります。はい。今この状態でできるかな。今向こうね、オルカ中か V129 かな ?V129 だったっけ。今あるんですけど、今プロポが電源、これ自分が切ったのかな。自分切った覚えないんですけど、これでダメですね。リンク切れてますね。リンク切れてます。ペダはね、まず。うん。水で手洗おう。うん。うい。画面外で何かが起こっている。画面外でいぶきくんが手を洗ってます。そう。うん、映っとる。手だけ映っちゃる。肘。今日はいぶきくんはね、昼1時ぐらいまでですね。何時だ。今飯食いよ。もう食い終わった。早いな。今12時9分です。網持って今日は虫を追いかけてました。結構走ったね。友達もなんか来る予定だったっぽいんですけどね。あら、動いた？あ、プロポが違うんだ。こっちのプロポでしてたけど、あっちだ。対面練習してます。もう距離感覚も OK。ある程度自分に近づけても2、3メーター手前まで持ってこれる。ボタン押した？で、目の前でホバリング。流される。めちゃめちゃ。あれ、奥行った。結構流された。おっと戻した。結構ね、ルロンの方に集中するとね、エレベーターがおろそかになって、距離がね、微妙にねずれたりするんだよね。これは今、6軸しかないんですけどね、6軸なんで、手を離せば水平に戻ります。なので、入門にはいいかなと思います。ある程度ね、草地の上ならね、落ちてもね、すぐスロットル止めたり、確かこれ、機体の方も安全装置が働くんじゃないかな。なのでね、まずちょっと始めてみたいなっていう方はね、こういったやつから入ったらいいかなと思います。俺も確か。あれがね、これと同じね、オルカとね、中身は同じなんでね。見た目が違う。見た目の、キャノピーが違うだけでね。あっちは海外仕様ですね。これがね、アマゾンに売ってます。確か1万3000ぐらいだったかな。で、一応ね、これね、このスワッシュがね、弱いのかね、2人ともね、壊れましたんでね、一応ね、スワッシュはね、予備買った方がいいかなとは思いますけど。プロペラとかはね、予備最初から入ってるんでね。でテールも一応は折れないっぽいんで、大丈夫なんで。これはね、室内でも結構ね、練習できますんでいいかなと思います。ある意味、計100みたいな感じですね。ただ、プロペラがね、対称じゃなくて、準対称なんでね。なので、背面とかはできないんですけどね。これも結構、翼、傷だらけですな。浮いた。で、一応これね、自動離陸、自動着陸中、ボタンがあれは自動中か、ワンクリック離陸みたいな感じがね。そういった機能がついています。ここにね、左肩に、こ
こに、テイクオフって書いてます。ランディングとひっくり返った。この方で突っ込んでます。でこちらがね、風が強い時にね、要は角度、これ3段階ありますんでね、風に乗って最初はやっぱしね、1でから、まあ室内でね、飛ばす時1で、まあちょっとしかこう傾かないんですよね。なので、それ以上は傾かない制御なんで、風が強いとそのまま、流されていくっていうね。で、まあボタンを押せばどんどんこの角度をね、ちょっと強めに3段階、1、2、3みたいなね、ここまで来ればもう、だいたい風速2メーター半ぐらいかな。ぐらいまでならできるんですけど、やっぱしね、3メーターちょっと超え出すとね、もうこれ以上傾かないんで、やっぱし風に流されていくっていうね。もう風に流されたらすぐ下ろさないとね、どっか茂みに入ったら探すの大変なんでね、ブザーも何もないんで、鳴らないんで見つかりません。はい。ということでね、まあ、安く始めたいなら、この G フォースの、オルカ360がいいかなと思います。あとね、似たやつでね、インクレティブルっていうのがあるんですよね。あれも、いいっちゃいいかな。あれも安定もいいですしね。6軸ですし。ただこれはね、ワンクリックで、ワンクリックじゃないか。こう、フリップモードっていうのがあってね、こう、くるんと回るモードはね。それが、インクレティブルにはない、ついてない機能なんでね。ここにね、あるんですけど、ここに360度フリップって書いてるんですけどね。モード1の場合はこちらを上に上げて、要はちょっと高度をね、3メーター以上上げてから、これをね、倒すと、ピッ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 って言い出すんです。で、まあ、エルロン倒せば、そっちの方向にくるんと一周回るようになっています。もちろん、こっちのエレベーター操作すると、縦にね、くるんと回ります。で、これモード1、モード2ってね、切り替えできますんでね、このボタンを押した状態でね、電源入れるとね、確かそれでモード切り替えで、モード2ですね、エレベーターと横移動ですね、前後移動、横移動がモード2で、上昇効果で、その場で回転ですね、ピルエットですね。っていうモード2モードと、モード1が、スロットル上昇ですね、そう上昇効果で、右移動左移動の前進バックで、まあ、ここはラダー一緒ですね。要するにこの縦がね、こう入れ替わりになりますんでね。はい。で、もう昔からね、川でラジコンしてる人は大体ね、モード1の人が多いですね。まあ、モード2の方がね、まあ、こちらでね、もうこちら、もうほとんどホバリング中触らないっていうか、まあ、これバネで全部センターに戻るんで、もう浮かせたらね、もうある意味、自動離陸でもう自動に浮いたらもうそのままね、こちらだけで前進バック、右移動、左移動で覚えることは可能です。ただ自分は、モード1なので、こう動画アップするときにね、たまにね、プロポを映すんですけど、その時はね、モード1操作になっています。はい。で、まあ、オルカで慣れた後に、こういった K110 とかね、S かね、もう今、110はもう売ってないかもしれない。S が出たんでね。うん。で、110慣れたらちょっとね、大きいっていうかね、これ2セルなんですけどね、そちらの方にね、アップグレードっていうかね、していくといいかなと思います。パワーがね、全然違うんでね、ほんと。もう風にも強くなるし。一応こちらもね、6軸と3軸の切り替えができますんでね。こちらも一応6軸3軸切り替えできますんで、まあこちらはね、2万、3万以内かな。日本だとだいたい2万7000か9000円ぐらいで売ってるんですけどね。こちらはプロポなしで、なんぼだっけ。確か3万、4万近かったんかな。3万8000ぐらいだった気がするんだけど、
結構ね大きさはほぼ同じなんですけど、やっぱし値段がね同じじゃないっていうね、感じです。まあその分やっぱしね飛びが全然違うんですけどね。まあ格好良さもまあこれちょっとゴブリンっぽくねなってますけどね。絶対真似してるんでしょうっていう感じなんだけど。はい、そんな感じです。20分喋ってますね。そしてまあどんどんね大きく機体がね大きいほどね安定もね良くてね、まあ飛ぶ時間はねそんな変わらないです。やっぱし7分前後ぐらいですね。よいしょ。こんな感じで、ね、ちょっと大きくなってますけどね。まあ重くなってる分その分ね風に強くなりますしね。これはキャノピーはこんな感じですけど、このキャノピーのね柄もねなんかにね確かロゴだっけ、ロゴ200だったっけな、あれとほぼ似てるんですよね、これも。今は海外の方が、ヘリはね結構盛んですね。元気があります。日本はちょっと厳しいかな。ラジコンヘリ。飛行機はどうなんだろう。まあ大半がね、まあ海外のものですけどね。あ、落ちた。落ちた。ホタテ。タラって書いてある。タラ。タラやな。魚やな。タラちゃん。これが大体290何本かな、確か。はい、中古です。今日が友達来そうにないね。場所しちょんはずやもんな。ね。はい、ちゅうことで今日はまあ前の時はすごい賑やかすぎたよな。うるさい。ちゅうことです。以上です。